こんにちは、かようです。今日もまた車からお届けしてます。やっと時間が取れました。息子を今、ボーイスカウトに連れてきてるんですけど、終わるまで待ってるんですね。で、いつも外で待つんですけど、今日はちょっと寒いんですよ。だから車に戻ってきて今こうやってね、ビデオを撮ってます。で、今日のテーマは、なんかね、つぶやきみたいな感じでいいですか？今日は。これでいきます。ルートを理解するって大事だねっていうこと。どういう意味かっていうと、自分が育った環境、またはね、あなたの奥様や旦那さん、彼氏、彼女とか、大事に思っている方がどのように育ってきたのか。自分自身や、またはね、あなたの大切な方がどのような環境で育ってきたのかっていうのを理解してあげると、物事がね、スムーズにいきやすいんじゃないかって私は感じたんです。で、これはね、どういう意味かっていうと、主人の実家はペンシルベニア州なんです。だけど、両親はカナダの人なんですね。で、カナダからペンシルベニアに来てずっと生活してるんですよ。主人にはおじさんおばさんがいるんですけど、いとこもね、ほとんどがカナダに住んでるんですよ。それはね、主人のお母さんの兄弟なんです。で、この方たちと私の義母が連絡を取るときっていうのは、電話なんですよ。もちろん。で、これね、大きい国に住んでる方っていうのは、似たような境遇の方がね、多いと思うんです。カナダとかアメリカとか、まあね、中国とかロシアも大きいですよね。で、親族がね、近くに住んでいるっていう方が少ないんですよ。だから長年ね、電話を使ってコミュニケーションを取ってきたわけです。で、私ね、今わかるんですよ。で、主人と日本でお付き合いしている時に、お母さんからよくね、主人にメールが入ってきてたんです。電話をしなさいと。ね。で、しょっちゅう入ってきてたので、なんでだろうって思ってたんですよ。で、実際アメリカに来て、はい、結婚しました。で、お母さんはね、すっごい電話をしてくるんです。電話、テキスト、すごいんですよ。で、なんでだろうって私ずーっと思ってたんです。そしたら、やっぱね、電話でコミュニケーションすることが普通なので、もうこれが彼女にとっては当たり前のことなんですよ。で、一方ね、私はどういう環境で育ってきたのかっていうと、私は長崎のもう、ど田舎です。すっごい田舎で育って、いとこがね、数えたら43人いるんですよ。全部合わせて。で、ちっちゃい頃から、もう親族、ね、私のいとことか、おじさん、おばさんは近所に住んでたんです。ですので、電話をするっていうことがほとんどないんですよ。もう近くにいるので。家も近いからね。で、家も近いから、いつもね、遊びに行けば、もうすぐ、家が近いので、もうすぐ遊びに行ける距離なんですよ。コミュニケーションを取るときに、電話を使うっていうことがなかったんですね。だから私ね、それがあるのかわからないですけど、電話ってね、しないんですよ。苦手。あ、言っちゃった。私ね、電話苦手なんですよ。で、こういうふうにね、自分は電話はね、必要としない。だから私ね、人に電話かけるの嫌なんですよ。で、もう一つね、理由があって、なんかね、相手のことを邪魔してるような気分になるんですね。電話っていうのは、こっちの都合でかけるじゃないですか。で、相手がね、何をしてようと、まあ、相手はね、電話を取らなきゃいいんでしょうけれども、電話をね、取らないという選択をすればいいと思うんですけど、こっちがね、なんか勝手に向こうの領域に入っているような気がして、で、なので私は電話って嫌なんですよ。だから、もし電話をかけなきゃいけない時っていうのは、最初聞くんです。電話していいとか、ね。一歩置いて、ね、電話をかけるんですね。で、やはり幼少期からそうやって、ね、電話をするという習慣がなかったので、しょっちゅうやっぱりね、電話がかかってくると、電話がかかってきたり、テキストが送ってきたりすると、ってなるんですよ。
で、あなたもどうだろう？経験ないですかね？義理の家族からテキストとかメールが入ってきた時に、どのように返信したらいいのかわからないっていうことないですか？ない？私だけかな？なんかやっぱり育ってきた環境も違うので、笑うツボとか、入ってくる、なんていうのかな。これ見てってほら、なんでもないことを送ってきたりするわけじゃないですか。でもこれをね、どんな風に返信したらいいのかわからない時があるんですよ。主人の実家は、ね、電話を使ってコミュニケーションをやはり取ってきているので、すごいなんか自然な感じでかけてくるんですよ。だから多分そんなに電話をかけるという行為が、私はほら、電話ちょっと抵抗感ありますけど、向こうはすごい自然な感じでかけてくるんですね。で、ここをやっぱり理解してあげないと、もうね、トゥーマッチになってくるんですよ。だけど、私ね、いろいろ考えてみて、あ、そっかって、電話で声を聞くことでコミュニケーションを取ってきているから、この手段しかないんだなって。で、こういろいろ振り返ってみてわかるんですよ。相手は多分そこまで深く考えずにテキストとかメールとかね、そうやって送ってくると思うんですよ。で、私が多分深く考えすぎているのか、今日ね、主人に言われたことがあるんですね。いきなり写真だけボンって送ってきたりするんですよ。で、ここで私が、で、主人にも送ってきたみたいで、見せたんですね、主人に。これどういう風に返信したらいいんだろうって。そしたら、主人がね、ボソッと言ったんですよ。思いがけない言葉を。いや、思いがけないんじゃないんだけど、なんて言ったと思います？いや、返信したく、別にね、返信しなくていいんだよって言われたんですよ。って思って、嘘って。私、人からね、メールが来たら、必ず返信しなきゃいけないと思うんですよ。いくら小さなことでも、返事を返さなきゃって思うんです。テキストだけじゃなくって、なんかこう、物に関係なく、なんかしてもらったら、すぐお返しをしなきゃいけないって思っちゃうんですよ。ね。だからなんか返信しなきゃいけないと思って考えてるんですけど、なんで返したらいいかわかんなくって、もじもじしてたんです。そしたら主人が、いや、返信しなくていいんだよ、そんなって。別にね、したかったらすればいいし、したくないならしなくていいんだよって言われたんですよ。へーって思って、あ、それでいいのかって。だからもうちょっとね、軽く、真面目に考えすぎちゃってるのかなって私は感じたんです。だから相手も、ね、なんとなく、あ、じゃあ送っとこうかなみたいな感じで送ってきてるんだろうし、これインターネットを使ったり、電話でね、やはり相手と長い間過ごしてきていらっしゃるので、そこまで深くね、考えなくていいのかなと、私は今日勉強になったということをあなたに伝えたかったんです。これどこでもあるあるだと思うんですけど、ね、だからあなたの、旦那さんとか奥さんとかね、の義理のご家族と接するときっていうのは、相手のルーツを探って深掘りしていくと、どうしてこの方たちはこういうコミュニケーションの取り方をするのかなとかね、いろいろ見えてくるんですよ。で、ここをね、やっぱ自分が分かってあげないと、なんかギクシャクしてくるじゃないですか。ね。でもせっかくね、縁あって出会えたわけですから、その辺は上手にね、やっていきたいんですよ。誰もが思ってるんです。ね、そういった感じで、ね、あなたも相手のね、疑問、なんでこういうふうにしてくるんだろうという疑問が湧いたら、その方たちがどのように育ってきたのか、どういう習慣、どういうね、習慣を長年やってきているのかっていうのを自分でね、見つけていくと、なんか解決策が見えたり、より良い対処の仕方っていうのが分かってくると思います。よかったらね、参考にされてみてください。それでは今日、
何日目だ ?18 日目。30日間チャレンジの18日目。今日はこれで終わりにします。最後までご覧になっていただきありがとうございました。今日もあなたのスマイルマイルがたまりますように。また次回に。チャオ